どうも、今日はですね、梅の実生をやっていこうかと思います。種植えるだけなんですけども、それをやっていこうと思います。今回この梅はですね、UK 盆栽さん、養生園っていう、大阪にある盆栽園ですね、の通販部から購入させていただきました。梅とだけあって、何梅とはね、特にないので、多分白い花が咲くんでしょうが、いつ咲くのかちょっとわかんないですね。梅ってそういうもんなので。で、ちょっとね、梅の話をしながら、このね、種を、まず今日は水につけるところからですね、24時間後に実際に植えようと思います。とりあえず、うちの梅をいくつか持ってきました。梅ってですね、基本的に売ってるものは実生ってほぼないかなと僕は思ってます。挿し木か、もしくは接ぎ木かどっちかですね。これなんかは接ぎ木ですね。ここのところにこう元の台木ですよね。台の方の木があって、そこに枝をなんか継いだんだなっていうのが分かるようなこんな感じになってるのが接ぎ木ですね。だいぶ馴染んできてるので、こういい感じにはなってますね。多分これは挿し木なのかなっていう感じですね。根元を見てみるとさっきみたいな継いだ跡はなくて、ぐるっと一周こんな感じなので、多分挿し木なのかなっていう感じですね。あとないですもんね、全然ね。挿し木っていうと、だからこういう作り方ですね。こうやって枝の先を刺して、これ去年僕が刺したやつなんですが、こんな感じで。根はね、結構出てるので、今見えないな。見えないけど出てるので、このままなんとか元気にやっていけどですね、芽がちらほらとあるのがわかるので、とりあえずは生きてますね。今年花は咲きませんでしたけど、もともと咲かなかったやつの枝をね、刺したりとかしてたので、こんなもんでしょう。これもまた面白いですよね。なんかこう、地表が割れたような、なんかそういう映画によくありそうなね、こうバッキバキに割れてね、ちょっと浮いてんですよ、ほら。ここ浮いてますよね。この部分。これどうなってんでしょうね。謎です。どうなるのか僕もわかりません。ちょっとまた上の方も割れてきてますし、今後が楽しみで。これもね、何の梅だったかわかんなかったんですが、なんか花が咲きそうなので、それで判断できそうな感じですね。今年は何の梅か、この花芽が落ちなければわかるかもしれないですね。で、先ほどのここに戻りますが、梅ですね、基本的にはやって挿し木とか接ぎ木で作られてるものがほとんどで、実生っていうのは見かけないですね、あんまりね。というのもですね、梅ってこう種あるじゃないですか。こう種ができて、その種を植えて、そこから芽が出て、まず花が咲くまでに、だいたい13年って言われてて、あれですね、桃栗3年、柿8年、梅はスイートって13年っていう風に言われてるので、非常に効率悪いですね。13年育てたら、ちょっと盆栽として売るのとしてはね、ちょっと利益がっていう感じなので、やっぱ接ぎ木とか挿し木の方が簡単ですし、早くできるので、そっちを、作られてることが多いですね。この時期からですね、植えちゃえばもう別に気にしなくていいんですが、もし春に植えるっていう場合は、この種をですね、冷蔵庫かなんかに入れといて、冷やしといてあげるといいと思います。休眠打破って言ったかな。ちょっと0度近くの温度、気温にならないと、発芽の条件がね、整わないらしいので、この時期から外でも、ほっとくか、もしくは冷蔵庫に入れといて、春先に植えるっていう方法がいいと思います。で、これをまず水につけて、これ水につける理由はね、僕もよくわかんないんですけど、分かってないんかいって感じですよね。わかんないんですよ。ただ、発芽に必要な条件が水と空気と温度の3つなので、その水の部分をこれでこう、なんていうんだ、充足させてあげるのかなっていうことなのかもしれないです。外で取ってきたね、種とかだと、これをやると発芽する確率の高い種は沈みます。で、確かシーナって言ったかな。中身がない、虫に食われてるとか、うまく種ができてないものは浮いてくるので、それの区別をするのにはいいかなと思います。買ったものの場合はね、大体それはもう元々やってくれてるはずなので、おそらくほとんどが沈んでちゃんと使えると思うんですが、今回はこうするとより発芽しやすいということらしいのでやってます。
この理由は一体何なんでしょうね。やる理由、根拠よくわかんないけど、まあやってもやんなくても芽出るものは出るんですよね。なんか買った赤松とか黒松だともうそんなことせずにポンと植えただけでも春先だと1週間2週間で芽が出ちゃうので、あんま関係ないっちゃ関係ないんですけど、そういう風にやり方があるので、拾ってきたものについてはやった方がいいかなと思います。さて、じゃあこのままいきなり植えるわけにいかないんで、ちょっと24時間飛ばします。24時間経ちまして見事に全部沈んでます。綺麗に入ってますね、全部ね、底の方に。じゃあこれは多分いけんのかな。じゃああとはこれを水から出して巻きます。おなじみのスリット鉢ですね。プレステラだったかな、名前。そう、プレステラ。これは105型っていうのですね。こんなもんです。あんまり大きくないですね。一番下に大きめの桐生綱をちょっと敷いて、あとは全部赤玉土単体を使ってます。あんまり種まきの時はね、僕はそんなに用土は気にしないので、こんなもんでいいかぐらいでやってます。よいしょと。よい。梅の種を置いて、ほいと。はい。で、あとはちょっと土がかぶればいいぐらいなので、なんかこんな感じでグイーッと押し込んでですね、グイーッと押し込んで、大体隠れたらいいかなぐらいでいつもやってます。こんな感じ。もちろんその種をこうやって乗っけた上に土をガーッとね、かぶせてもらってもいいんですけど、僕は結構めんどくさがり屋なので、このままこうやってこう、ねじ込むように植えて、で、完成っていう感じで終わらしちゃってます。はい。あとは水をやってですね、赤玉土なのでみじんを抜いて、で、芽が出るまであんまり乾燥させないように気をつけながら水やりすれば OK と。はい、完成です。梅の種はね、あんまり乾燥させない方がいいっていう風にね、よく言われているんですが、今回結構乾燥した状態で届いたので、これがうまいことですね、芽が出るのかどうか、ちょっと僕も楽しみにしてます。これですね。もし乾燥した種でも OK っていうことであればね、梅を取ってきて、で、本当に熟すまでほっといて、その後種を取り出して、で、ゆっくり植えても大丈夫ってことになるので、それだと楽だから嬉しいなっていう感じですね。じゃあこれ、どうなるか、楽しみにしててください。春にまた報告の動画アップします。今日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。